さるどうも、シェフのジョージョロです。今日は、そうですね。今日はステークフリットというのをやっていきます。その名の通りなんですけど、ステーキです。最近上げてる動画の再生回数がおとなしいから、ステーキっていう分かりやすいアイテムでね、再生回数を稼ごうとか、そんな魂胆じゃないんでね。そして今回使っていくのはハラミ肉。この味わいがステーキっていう調理法とね、すごく相性が良くて僕は気に入ってます。っていうか大好きです。そしてハラミなんですけど、厳密に細かく分けるとサガリと呼ばれる部分になりますね。英語だとハンギングテンダーって呼んだりします。なので実際にお店などで、卸業者さんに注文するときにハラミっていう風に注文するともう少し薄っぺらい部位を持ってくると思います。ほぼ同じなんですけどね。英語だとインサイドスカート、アウトサイドスカートって呼ばれたりしてます。日本やアメリカですとね、こういう風に細かく分けられてるんですけども、フランスだともう総称してバベットっていう部位で呼んでます。そして筋や油を完全に取ったズル向きの状態にして、少しねフライパンなどで叩いて薄くしておきます。これねハラミはこんな状態で普通買ってこないんで、スーパーなどで、売られてるステーキ用のお肉で代用していただいて問題ないです。かなりしっかりねぶったたいてあげるといいと思います。そしたらあらかじめ塩をして味を染み込ませておきます。今日はねこんなに、全部焼きはしないのでアルミで包んで保存しておきます。そして掃除した方の油ですね、筋だったりとか、こちらは煮込み料理なんかに使うので、真空して取っておきます。そしたら玉ねぎをスライスしてソース作りに入っていこうと思います。本来はエシャロットでやるのが最高なんですけどね、スーパーで簡単に手に入るのは玉ねぎなので、いつも通り玉ねぎで代用していこうと思います。この日はですね、玉ねぎで目が染みて涙を流すっていうことがなくてですね、非常に調子のいい一日で、このまま途中でやめてピクニックにでも行こうと思いましたね。すいません。玉ねぎをフライパンで炒めていくんですが、少し塩して水分を出しておきます。そして色付けしていきますが、あれ砂糖入れてる。そうだ、砂糖入れたんです、この時。そう、塩のだいたい倍ぐらいの砂糖を入れましたね。なんで塩一つかみ半なんで、だいたい3つかみぐらいかな。そしてじっくりと炒めます。その間にですね、付け合わせの、フライドポテトを作っていきます。カットの大きさはお好みで大丈夫です。細いのが好きという方は細く切っていただいて構いません。そしてこれぐらいですね、程よく飴色になったら、まずは赤ワインビネガーを加えていきます。そしてそれをしっかりと煮詰めて、水分がなくなるぐらいまで煮詰めていきます。これぐらいですね。かなりしっかり煮詰めました。その後に赤ワイン、そして赤ワインを加えてからまた煮詰めていきます。赤ワインと赤ワインビネガーをね、同じタイミングで入れて煮詰めてもいいんじゃないかっていうふうに思った方いるかも分かりませんけども、僕はね個人的には、赤ワインビネガーの酸を先にしっかりと飛ばした方が、そうなんですよ。今ね、そうなんですよって言ってちょっとごまかそうとしましたけど、
要は一緒に混ぜてしまうと片方の煮詰め具合が、足りなかったり、片方が煮詰まりすぎたりっていう状況が起こってしまうと思うんですね。これは煮詰めた時に失敗した経験からなんですけどね。なのでしっかりと、分けるようにしてます。ちょっと手間なんですけどね。そうすることによって味にしっかりと還元してくれると言いますかね。大事なことだと思います。片栗粉をつけたじゃがいもは中火でじっくりと焼き上げていきます。こちらはフライドポテトの香り付けと色付け用にパセリですね。これぐらいカリッと香ばしく焼き上がってきたら頃合いです。引き上げてって熱いうちに塩をしておくといいです。そうするとね、味がしっかりと乗っかるので、これがね、一旦冷えてしまうと塩振っても味が乗らないと言いますかね。塩が逃げると言いますかね。なんと言いますかね。必ず味見をしましょう。冷蔵庫から出したお肉は5分ほど常温に戻しておきます。常温に戻す時間は肉の厚さによって分けた方がいいです。薄ければ冷蔵庫から出してすぐ焼いても全然問題ないですし、というかその方がいいですし、厚ければね、かなりしっかりと常温に戻した方が火が優しく丁寧に入りやすいと思います。そして中火でですね、両面にじっくりとしっかりと焼き色をつけます。中火というか強火寄りの中火ぐらいですかね。そしてまたひっくり返します。だいたい焼いてる時間は30秒から1分ぐらいずつですね。それを繰り返してこのように焼き色をつけます。そして3回ほどひっくり返して程よく焼き色がついてきたので、一旦ねこのように引き上げて、場合によってはアルミホイルなどをかぶせて保温するんですけど、これぐらい薄いんでね大丈夫でしょう。厚さ的にねもう十分火が入ってくる頃なので、金串で確認して、その後もう一度焼くかどうかを決めます。仕上げのね焼きが必要かなと思ったので、今回は仕上げの焼きに入りました。だいたい1分から1分半ぐらい転がしながら、両面を焼く感じですね。もしあればコニャックのようなブランデーを仕上げに振ると、このように熟成感のあるね上品な香りがお肉にまとわりついて食欲をそそる香りになるんじゃないでしょうか。そしたら引き上げていきます。ここでお好みなんですけど、僕はかなりしっかりと黒胡椒を効かせます。これがねまたたまらなく美味しくなってくれるんですよね。それじゃあドレッセいきます。まずはこんもりとフライドポテトを盛り付けたらステーキの登場です。作っておいた玉ねぎの赤ワインソースをこれでもかというぐらい盛り付けてありましょう。ボナペティ。さあ焼き加減断面はどうですかね。確認するまでもなく完璧なんですけどね、いつもね。すいません。間違いない。意外と冷静な感想ですね。気取ってんですかね。黒胡椒効いつつ最高だな。うお、やっぱうめえ。やばいこれは。永遠に食ってられる。うまっ。もう玉ねぎの赤ワインソースやばすぎる。こんなに手間かかんないでこれはやばいな。というわけでね、ちょっとした贅沢にぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
アビアント。